翔くん、もっと衝撃的なことを教えてもらったんだけど、話してもいい？まだあるんですか？実はその魚を食べてる人間、その人間もなんと1ヶ月にカード1枚分のプラスチックを摂取してしまっているらしいよ。マジっすか？知らず知らずのうちに食べてるものの中にマイクロプラスチックが含まれてるの怖すぎない？もう今日からペットボトルとかやめようと思います。あ、そうだった。僕毎日水筒持ってきてるんでゴミ削減に貢献してる方です。翔くん、単純だな。世の中そんなプラスチックゴミを出さなきゃいいっていう簡単な話じゃないんだよ。でもペットボトル以外にもプラスチックゴミってたくさんあるしね。でも一人一人の努力、ポイ捨てしない、ゴミを減らす努力、こういう積み重ねって大事だよね。3年生の先輩たちはそのマイクロプラスチックゴミを減らすための啓発動画を作成していました。演出にすごく工夫があって考えさせられたよね。デスノートをパロディ化したものとか、実際の改正実験の映像なんかも交えていて、ぜひ皆さんにも見てもらって多くの人にこの問題の大きさを知らせたいなって感じました。この動画エコライフフェア2020に採用されて、今環境省の YouTube